はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はい、今日はですね、特に話すことがありませんのでアニメについて久しぶりに話していこうと思います。はい。ちなみに皆さん最近アニメ見てますかね？私はね、前ほど見てないんですけど、また最近ちょっと見始めたので、最近見てるアニメをご紹介します。はい。今やってるのは2022年冬ですね。冬のアニメになります。今期のアニメ、期っていうんですよね。1期2期っていうので、今期、今のシーズンのアニメは今期っていうんですけど、今期のアニメは、いろいろ第1話だけ見た中で見ようって決めたのは3つですね。少ない。はい。1つ目は、鬼滅の刃。これは、見ますね。はい。で、2つ目は、タイトル忘れた。サビクイビスコかな。サビクイビスコ。はい。まだ1話しか出てないんですけど、ちょっと面白そうだな。ちょっと期待ができる。私の好きなタイプかもしれないと思って、今ちょっと期待してるって感じですね。はい。まだわかんない。とりあえずに2話目も楽しみにしてますっていう感じです。はい。サビクイビスコ。サビクイビスコは、アクション系で、ちょっと少年ジャンプっぽい。少年ジャンプなのかな？ちょっと私詳しく知らないんですけど。はい。っていう感じです。はい。で、最後は、進撃の巨人ですね。進撃の巨人は、ファイナルでもう終わんのかな？はい。ファイナルシーズンなので、最後まで見ようと思って、はい。毎週楽しみにしております。実はね、進撃は私がアニメを好きになったきっかけの作品なんですよね。6年前ぐらいかな。5年前、6年前ぐらいに、鬼滅じゃないや。進撃の巨人の第1話が放送されて、私はそれまでは古い作品をよく見てたんですよね。例えば、鋼の錬金術師とか、あとブリーチとか、ワンピースとか、フェアリーテイルとかね、そういうのが好きだったんですけど、その「進撃の巨人」を見て初めて、もう最近のアニメもめちゃくちゃ面白いんだっていうのを知って、そう見始めたんですよね、進撃。うんはい。であれからだいぶ5年とか6年とか経ちましたけど、途中で実は見るのをやめてしまったんですけど、話がね難しくて、私は漫画で読んでたんですよ、アニメじゃなくて。ででも終わるということなので最後まで見ようと思って今一生懸命復習して、はい新しいアニメを楽しみにしております。もしこれからね「進撃の巨人」を見るっていう方はぜひアニメを私はおすすめします。はい。漫画もいいんですけど、漫画はね少しね分かりにくい。はい。で話が複雑なのでアニメの方が分かりやすいし、絵が綺麗ですし、声優が豪華な、有名な声優さんがたくさん出てるので、楽しめると思います。オープニングテーマとかも結構独特なので、はい。その、進撃の世界観を楽しみたい方は、ぜひアニメをおすすめしますね。はい。私の中ではもうストーリーがやっぱり進撃はすごい、すごい。うん。もう作者は頭がいいんだなって思うぐらい、よくできたストーリーなので、はい、進撃はやっぱ、好きと嫌い分かれると思うんですけど、私はかなり好きなダークファンタジーだったなと思います。はい。って感じかな。今期はその3つを今のところ見てて、一つ前の2021年秋のアニメ
は何を見てたかというと、全然見てないんですけど一つ目は、まあ、鬼滅なんですけど、もう一つね、ミエルコちゃんっていうアニメを見ました。ミエルコちゃん。うん。これはね、幽霊が見える女の子のお話なんですけど、まあ、結構面白かった。80点ぐらい。すごい偉そうだけど、自分の中では結構80点ぐらいかな。うん。その幽霊が突然見えるようになって、で、その幽霊が結構怖いんですね。なので怖いの好きな人だけがいいと思うんですけど、結構怖くて、でもその女の子は、その、幽霊に私はあなたのこと見えてるよってバレてしまったら、幽霊が襲ってきてしまうので、いかに幽霊にバレないように普通に生活するかみたいな、感じで、戦っていくんですよ、幽霊と。うん。なのでちょっとコメディで笑える部分もあるし、怖くて、謎がなんで幽霊が見えるのかとか、どうしてこの幽霊は何がしたいのかっていう、ちょっとミステリーな感じもあって、面白いです。まあ、ただ、えって思ったのは、なぜか中途半端にエロいの。すっごい中途半端にエロいのね。特に最初の1話、2話、3話ぐらいは、えってなんかキモって思うぐらいなんか中途半端になんかエロいの。だからなんかそれはなんでそれにしたんだろうって思う。それがちょっと残念なポイントです。うん。まあ、見える子ちゃんももともと漫画が元になってるので、まあ漫画がね、うん、もともとそのちょっとエロいみたいな感じみたいなんですけど、それをなくしたらまあまあ面白いんじゃないかなと思いました。うん。そう、最近の作品はね、私見たいもの結構いっぱいあるんですよ。この作品面白そうだなって思う作品はあるんですけど、エロいのが多くて嫌だ。うん。やっぱ男性から見て、このエロは OK と思うのと、女性から見てこのエロは OK って思うのは多分全然ボーダーラインが違くて、結局アニメって男性向けに作られてるものが多いから、女性から見るとすごい不快感になるのね。もうちょっとアニメの批判なんですけど、これは。アニメが好きだからこそ言うんですけど、うん、私が見たいなと思ったのは無色転生とか、この素晴らしき世界に祝福をとかね、そういう作品とかも見たいんですけど、いらないそのエロみたいな。五等分の花嫁とかね。まあ五等分の花嫁はまあ女の子がありきの作品だから、まあどうしようもないかもしれないんだけど、本当になんかこう、ネタがなくなったらエロを出してくるアニメは本当にやめてほしいなって思う。もったいない面白いのにって思います。女性から見るとね、はい。特に私は、そのハーレム系のアニメ、女の子がたくさん出てくるアニメっていうのがあんまり好きじゃないので、はい。エロい系のアニメで唯一見れたのは、直撃の相馬ですね。うん。で、ハーレム系で唯一見れたのは、SAO とソードアートオンラインとリゼロぐらいかな。うん。あとはちょっとね、と思いますね。はい。皆さんはこれどう思います？まあ、とりあえず見える子ちゃんは面白いですけど、まあ、ちょっとエロいのを無視してみたらいいと思います。はい。でね、やっぱ見える子ちゃんっていうその幽霊が見えるという設定から、思い出したのが、夏目友人帳。で、今はご飯を食べる時とか、仕事をする時、まあ、授業の準備をする時とかに、ちょっと BGM として夏目友人帳を、見ています。はい。まあ、夏目友人帳は幽霊じゃなくて、妖怪が見える男の子の話なんですけど、もうすべてのエピソードで、もう自然と涙が出てくる。夏目友人帳は。もう、いい話、いいアニメ、美しいっていう感じですね。うん。はい。まあ、アクション系が好きな人には少し物足りないかもしれないんですけど、まあ、例えばバイオレット・エヴァーガーデンとか好きな方、結構心に染みる感じが好きな方とか、結構ジブリが好きな方も好きかな。夏目友人帳は。うん。
はい、私の大好きな作品になります。そんな感じです。最近見てるのは。鬼滅と進撃の巨人、サビクイビスコ、あと夏目友人帳、これは古いですけどね、夏目友人帳で一つ前のシーズンの見える子ちゃん、おすすめです。まあ正直今はあんまり面白いアニメがないなというのがね、正直な意見ですね。なんだろうね、私の趣味が変わったのか、例えば、見すぎてアニメを見すぎてちょっと偉そうな意見を持ってしまっているために素直にアニメを楽しめなくなってしまっているのか、それとも純粋に今の作品がつまらなくなっているのかは分かりません。皆さんはどうですか？アニメ好きな方いっぱいいると思うんですけど。はい。あと気になるアニメ皆さんあったらぜひ教えてくださいね。はい。あ、一個前のシーズンで思い出した。すっごく忘れてた。おすすめなのは、吸血鬼すぐ死ぬ。これはマジで面白かったね。一個前のシーズンで。はい。これは見てました、全部。コメディですね。吸血鬼すぐ死ぬ。なんかもうバカなんじゃないのって思った、作った人。それぐらい面白かったです。はい。前回のそのシーズン、2021年秋アニメのその視聴者投票、見てる人の投票で一番面白かったみたいですよ。吸血鬼すぐ死ぬ。それは納得できますね。はい。まあそんな感じです。いかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんおすすめのアニメありましたら私に教えてください。それでは終わり。はい、今日話した話また、トランスクリプト作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと YouTube、Instagram、Twitter、こちらのフォローもお願いいたします。このポッドキャストなんですけど、Apple Podcast とか Spotify とかでも、あとアンカーとかでも聞けるんですけど、 YouTube では、いろんな国の字幕がついていて、ビデオでなんていうの、ビデオポッドキャストになってます。なので、どっちでもいいので好きな方ぜひ皆さん選んでみてくださいね。はい、少し難しいと感じる方はぜひ YouTube で字幕をオンにして見ていただけると、より分かりやすいと思います。はい。で、なんだっけ、ペイトレオン、こちらのメンバーも募集しております。ペイトレオンでは、ペイトレオンオリジナルのまた別のポッドキャストとか YouTube ビデオとか、あと私のコミュニティに入れたりするので、あとレッスンを受けられたりしますので、ぜひ気になる方はペイトレオン入ってみてくださいね。はい、こんな感じかな。はい、あとリクエストもまたお待ちしておりますので、ぜひお願いいたします。はい、では、ちょっとね、このポッドキャストの終わり方どうやって終わってたっけ、いつも。それではまた次回。さようなら。